私は家内の病気からそこで禅に目覚め、禅の姿勢の取れる椅子というのを作りました。やはり私の中では正しい姿勢、健康な姿勢をとること、それを意識しながら椅子に座ってもらう、お客さんに健康になってもらうということが一番の大きな椅子を作る理由だと思っています。ですから、私はただ単にアートとしての椅子を作るよりは、やはりお客さんに禅の心できちんと正しく座る、そしてそこで健康を取り戻してもらう、そういう喜びを一緒に共有したいなと思っていて、禅の椅子を作ってるんですね。禅と木工ということに関してですね、ある意味共通性があるというふうに感じています。禅っていうのは今ここにある自分と向かい合うということが一番、大事なのかなって感じますけども、木工もですね、例えば刃物を研ぐ時、その刃物から返ってくる振動、音、どういうふうに今刃物と砥石が接してるんだろうっていう感覚を集中して、他のことは何も考えてない、ある意味無の中にいるんですね。で、非常に僕はその世界ってのは禅に近い、ある意味無に近い世界かなと思ってるんですけども、そこに何か意図的なものが入ると妙に力が入ってしまったりとかですね、なかなかうまくいかないところが、そういう意味では禅の、訓練、修練と木工の修練と非常に近いものがあって、特にまた木工、木を加工することで言えば、木と、木工っていうものは木と道具と自分のハーモニーなんですね。そこにどうしてもこの木をねじ伏せてこういうデザインにしないといけないっていう意図が入ると、なんかすごくハーモニーが失われてしまって美しいものにならないような気がします。やっぱりその3つが無理なく最高のパフォーマンスを引き出すようなものが一番いい美しい木工になっていくのかなって感じてます。私が2014年のファインチャーソサイティに参加した後のことですね、海外の若い木工家が私の工房へ、日本の技術を学びたいと言って来るようになりました。これはあれだっけ、最初俺が行く前にやってたやつ。その後も1ヶ月に1度ぐらいは、2日3日という短いワークショップを海外の人にしてもいます。で、こういう日本の技術を学びたいという海外の木工家がだんだん増えてきました。なので今までの3つの理由から、私は自分の森で採れた100本の柱、100本の梁を使って、新しい工房を作り、そこに世界の人が集まる木工の交流センターを作りたいと考えているんです。私が思っている広い工房を作るのには、やはり柱のない広い空間を作りたいんですね。柱があるとどうしても材料がぶつかってしまう。柱のない空間を作ろうと思うと長い梁が必要になります。それを自分の森で作るというのは大きなアドバンテージになると思ってますね。ウッドマイザー LT15 を使っていました。非常にコンパクトでいい機械だと思っています。日本の製材っていうのは製材機が固定されていて丸太が動くんですけど、全然逆の発想ですね。軽い製材機を動かして丸太を固定する。そうするとこんなにシンプルなもので製材ができるんだったらとても驚きでした。私の森は戦争が終わってから70年ほど
ほとんど手をつけずに放っておかれた森なので、ものすごい量の、松の木がありました。あまり松の木が多すぎるので他の木が生えることができませんでした。なので私たちは家族と仲間と一緒に約半分の量に松の木を減らしました。そうすることで森の林床に光が当たり、自動的にそれまで日が当たらなくて芽が出なかった、広葉樹、ハードウッドの芽がどんどん出てきています。今日本では林業はどんどん衰退の一途をたどってるんですけども、それと同時に製材をする業者さんも今減ってきてます。私の町の中でも以前3軒あった、製材の業者さんはもうなくなってしまいました。製材をするのに1時間も2時間も遠い町まで行かないとできなくなってますね。でそれがウッドマイザーがあれば自分のところですぐにできることになりますね。でもしこれ一人で大変だったら何人かでシェアすればいいことだし、そうやって使えたらすごく地域の木も生きるし、森を持続するにもとてもいい影響が出るんじゃないかと思ってます。私が、この森木工をやってる方へのメッセージとしてお伝えしたいなと思うのは、私たち木工家は森であったり材木のことであったり、そして家具のことをよく理解して作っていると思います。我々はやはり木を使う者の責任として森のことも理解し、それを学ばないといけない。そして学んだ結果、お客さんと森をつないであげる木の文化っていうこと、そして持続性、そういうことをお客さんにも理解してもらえる、森とお客さんをつなぐ役割を我々が負っていくべきではないのかな。それが私たちの使命なんじゃないんだろうかと私は感じています。